リーディングのねストラテジーの次のビデオね、文のまとまりになれる、文のまとまりになれようっていうね、ビデオです。これはね普段の会話でも役に立つんですね。例えば N5、N4 の、学生でねこの文章を読むときにとても簡単ですよね。私は学生です、ね、これを読むときにね、ゆっくり読むときに私は学生ですってね読む人が多いんですね。日本人だったらどこでね止めるか。私は、ね、学生です。この2つなんですね。だからもし日本語学校の授業とか先生の授業をやるときにも助詞までを一つにした方がいい。私は学生です。私は学生です。この助詞をセットにして読むようにする。普段から会話でも言うようにするといいですね。上手なね学生でも日本語の発音はそんなに難しくないので、発音はねどの国の人もいいんですよ。いいんですけど止まる場所が違うんですね。必ず助詞とセットにすると大体うまくいきます。私たちね日本人がね中学校とかで勉強するときに、国語のね、テストがあるときにね、やっぱり上手い人は上手い先生はねテニオ派で考えなさいっていうことを教えてくれる先生もいるんですね。テニオ派っていうのは手、手形の手とか、でも一緒ですね。で助詞のに、助詞のお、それからはなんですけど助詞のわですね。これがも一緒です。テニオ派、ね、この助詞で文章を一つのグループとして、ね、読んでいくと読みやすいよっていうのをね教えてくれる先生もいます。で日本語をね勉強しているあなたがじゃあもう一つねどこでこの文をね読むときにここが大体の、一つのまとまりだと思う場所をねどうやって探したらいいのか、大体のヒントをね、キーワードいくつかある文法をね紹介します。まず先にねが、けれども、これは文章の言いたいことがね変わるとかそういうことが多いので、これは特に気をつけてください。そしてのでから、これは文章の理由ですよね。理由があって何が起きたかをその後に言うので、ここでも一回これを一つのまとまりで理解できるといいでしょう。からようにために、これも目的とか理由を言うときによく使う表現ですね。でし、これもそうですね。そしててはないでとかなくてと同じようにね、その後に、大事なことを言うことが多かったりします、ね。このないでなくても、てもね理由とか原因をね言うときにもよく使う表現なので、やっぱり理由原因とかの表現はリーディングセクションではねよく使いますからね。そして次はねやっぱ時間ですね。時間とかそのアクションの前とか後とかアクションのこの順番を表現する、文法ですね。アクションの順番を、言う文法、前に後で手からねから時とかの間にね、これは本当によく使いリーディングでは使いやすいですね。リーディングのセンテンスじゃなくて選択肢ですね。答えを選ぶ文章にも使いやすいなと思います。ちなみにこの使いやすいなというのは、私がもし
リーディングの問題を作るならどの文法を使おうかなと思った時にも使いやすいという意味ですよ、ね、そういうその立場からこれは覚えた方がいいよというのをね今あなたに話しています、はい、そして次はこれですね。とばたらなら、ね、これ家庭の表現と言いますけど、まあやっぱりねこの文法も学習者がよく覚えてない文法なんですね、使い方をね。だからこれはセンテンスでも、使いやすいなと思いますし、選択肢ね、問題の答えを選ぶ文章の中にもこれは使いやすい、だからこの違いはねすごい難しいんですけど、まあ問題をやっていきながらね見ていくといいのかなと思います。でテモとかノニっていうのは、話している人の、ちょっと残念な気持ちとか何かの気持ちをね表現するようなものはやっぱり読解の問題でも使いやすいですね。ここまでね見てきていろいろな文法はあるので、結局その文法をちゃんと覚えてればいいんだろうって思うかもしれませんけど、ここのビデオで言いたいことはその文法の理解ももちろん大事ですよ。大事ですけど、そこの文法がねこの文法が出てきた時にそこが意味の一つのまとまりになっているんだよっていうことを分かって読むと分からないで読むのとでは全然違うんですね。そこの説明のビデオでした。特にね N3 以上の文法の場合は、N4 の最後の方もそうなんですけど、こういった文法の前と後で話す人の気持ちが変わるとか表現が変わるとか、それがヒントというか、話している人の気持ちを理解するのに役に立つことが多いんですね。なのでどのレベルになってもこのまとまりに気づいて読んでいくとかなりね、自分で勉強していても先生の授業を受けていてもね役に立つと思います。